にちは。栗駒山にやってきました。朝は寒いですよ。山頂は紅葉してるかな。行ってきます。駐車場の方は混んでいます。まずはトイレ紹介です。ビジターセンターのトイレを使います。駐車場が混んでるということはトイレも混んでいて、タイミングを見計らっていくといいと思います。トイレは綺麗です。この連休は全国的に月曜日が雨、西から天気が崩れていくということで、アルプスは雪降り始めたって話だし、みんなこっち来ちゃったのかな。以前に温泉旅でこの須川温泉を利用しましたが、今日も下山後はここで疲れた体を癒します。硫黄の匂いもすごいんですよ。お湯もブルーの濁り湯でいいお湯なんです。最近はかなり気温が下がってきたなと思っていましたが、もう岩手はかなり寒いです。歩くと暑くなるけど、服の調整がより大事な時期になってきましたね。今日は須川温泉駐車場から大花台分岐で小和湖に寄り道、また大花台分岐に戻って三途の川を渡って栗駒山を目指します。帰りは天狗平を通ってお駒岳、モン・サン・ミッセルを見てマグサ岳を登ってマグサ岳登山口に下山です。最後はアスファルト道を歩いて駐車場に戻る予定です。登山口からしばらくはこんな道が続きます。下の方はまだ紅葉してない様子。ちょっと早かったかな。蒸し風呂、須川高原温泉に宿泊すると蒸し風呂に入れるようです。紅葉シーズンなんでね、駐車場も混んでいましたが、道も混んでいます。みんなについていきます。蒸し風呂はやってはいないですが、中は覗けます。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。分岐です。名残ヶ原の方に向かいます。昨日雨が降ったのかな。かなり道がぐちゃぐちゃです。間欠泉があります。間欠泉を抜けると一気に景色が広がります。さっき見えていた木道です。綺麗ですね。木道歩きはやっぱり楽しい。栗駒山は宮城県、秋田県、岩手県とまたがっている山です。今回は岩手から登るコースです。標高は1626メートル。栗駒国定公園の一つで、花の百名山でもあります。山頂は宮城県と岩手県の境界になっているんです。大花台分岐です。左が山頂方面ですが、小和湖が綺麗らしいということで行ってみます。さあ行くぞ。大花台分岐から小和湖までだいたい30分ほどです。昔は小和湖から山頂に向かうことができたのですが、今はできません。また分岐に戻ることになります。なので往復1時間分コースタイムに追加されることになります。なので時間的や体力的に余裕がない方は無理しないようにしましょう。今回の周回コースであれば上からも湖は見ることはできます。火山っぽい景色が出てきました。河口口かな。登山口からほとんど登らずここまでやってきたんですが、ここで急にしっかりした登りです。さっきまで登山してるの忘れてた。小和湖って実は最近できました。
最近といっても79年前、1944年11月20日に小規模な水蒸気噴火を起こして昭和湖ができたらしいです。もう着きましたね。すごい綺麗です。コバルトブルーですね。見に来てよかった。こちらにはトイレがあります。ちょっと中を覗いてきます。バイオトイレで匂いもなく綺麗で全然普通に使える感じです。八幡平で見たドラゴンアイに似ていますね。綺麗だなぁ。おそらくあそこが山頂ですね。昔はここから山頂目指せたんですよね。あそこが通行止めじゃなかったら結構ここから山頂近かったんですけどね。栗駒山は活火山なのでまだまだ活動しているみたいで有毒ガスが出て通行止めになっているみたいです。はい、ただへ分岐に戻ってきました。昭和湖方面は人が少なかったですが、やっぱりこっちに戻ると人がいっぱいです。山頂までの道のりはこんな感じでゆるい坂道がひたすら続きます。きついってところはありませんでした。初心者でもお子様でも登りやすい山だと思います。岩鏡平から登ると一旦ルートで90分で登れちゃいます。須川温泉登山口でも昭和湖を通らずまっすぐに来れば約2時間で登頂することができます。そこが山頂ですね。あと一息です。登れば登るほど葉っぱが色づいてきて綺麗な景色が広がりますね。山頂はもっと綺麗かな。山頂に着いたようです。なんだか激混み。はい、山頂です。あまりにも混んでますね。今回もモン・サン・ミッセルの方に行くので、こちらの方が綺麗らしいということなので、さっさと行っちゃいましょう。山頂が混みすぎで、食事するところがなく、こちら方面も人が溢れ返ってますね。でも、こっち側の方が紅葉的には綺麗ですね。山頂から天狗平まで歩く道は、稜線歩きになっています。色づいた葉の向こうに景色が広がっています。あそこの稜線歩き気持ちよさそうですね。あそこが山頂、見えるかな？山頂よりこちらの方が全然景色が綺麗です。もう少しで天狗平です。山頂は混みすぎて食事をするところがなかったので、この辺りで食事をとりたいと思います。今日は焼きうどんです。寒いんでね、あったかいの食べたくなりますよね。いただきます。美味しい。頂よりこっちの方が全然景色いいですね。ピストンよりこっちの方がおすすめです。天狗平の岩に登ってみました。の上からの景色は絶景です。では天狗平を後にしてどんどん先に進みましょう。今年は全体的に紅葉が遅れているようで、例年であればもう少し早くか、今頃がちょうど見頃の時期です。宮城側から登る岩鏡平までは今時期通行規制がかかり、シャトルバスが出ています。例年だとそろそろ終わりなのですが、今年は紅葉が遅れているということで延長されることになりました。なので今一生懸命動画編集していますが、動画ができ公開するあたりはちょうど一番見頃の時期だと思います。東京からはちょっと距離がありますが、今回私が日帰りで来ているので、日帰りも頑張れば可能です。どこに行こうかなとお悩みの方はぜひ行ってみてください。さっき見えた昭和湖です。上からも綺麗ですね。この辺りはずっと
紅葉の絨毯を見ながら歩くことができます。コンビニ紹介です。茅関インターを降りてから少し栗駒山とは反対の方向に行くとセブンイレブンがあります。紅葉楽しめましたか？もうすぐお駒岳ですが、山頂からお駒岳のあたりが一番綺麗でした。はい、お駒岳到着しました。いかがでしょう？眺めがとってもいいです。ではまた先に進みます。モン・サン・ミシェルが見えてきましたね。いやー、すっごく綺麗でしたね。歩いては写真を撮って歩いては写真を撮ってと、なかなか進むことができませんでした。気持ちがいい道ですね。モン・サン・ミシェルまではこのような木道が続きます。木道が続き、最後は岩場になります。こちらもいい景色が広がりますよ。では今日最後の登り、間草岳の方に登っていきます。はい、到着しました。間草岳からの景色です。下山していきます。紅葉とっても綺麗でしたね。混んではいましたが、この景色が見られるなら来てよかったですね。ただ注意な点が、かなり道が悪いです。沼になっていてぐちょぐちょぬめぬめです。足元がかなり汚れるのでゲイターがあった方がいいかもしれません。また間草岳から登山口が結構急なので、ぬめぬめ地面が滑ります。めちゃくちゃ滑ります。なのでストックがある方が安全は安全です。はい、登山口まで下山してきました。ここから1時間ほど駐車場までアスファルト歩きです。栗駒山自体は全体に緩やかで、あまりきついとこはありません。でもこの1時間のアスファルト歩きが私はとってもきつかったです。はい、下山してきました。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。次回は日曜18時、山形の秘湯温泉増形屋です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。